皆さんこんにちは。 Speak Japanese Naturally のふみです。皆さんはいろはとかいろはにほへととか色はにおえどって聞いたことありますか？昔日本語の字を書く練習に使われていたいろは歌というものの最初の部分です。今皆さんは日本語の字を覚えるのにあいうえお表を使いますよね。私たちも学校であいうえお表を使って字を覚えました。でも昔はいろは歌というものを使っていたんです。今日は紅葉のきれいな場所を見ながらそのいろは歌について説明します。日本語を勉強している人にとってはすっごく面白い話になると思います。でももしかするとちょっと難しいかもしれません。その場合は YouTube のセッティングから字幕を出してみてください。今向かっているのは昇仙峡という場所です。うちから車で20分です。景色がきれいなので友達が初めて甲府に遊びに来るときはよく昇仙峡に一緒に行きます。なので今日は皆さん一緒に昇仙峡に行きましょう。ここは湖です。人工の湖です。人工というのは自然にできたものではなく人が作ったという意味です。この黄色いきれいなイチョウがある場所は小学校です。この小学校には生徒が16人しかいません。ここは小学校のグラウンドです。駐車場に着きました。バスから降りてくる人がたくさんいました。バスの後ろで結構待ちました。ただ駐車場はいっぱいで止める場所はありませんでした。なのでここに止めます。止める場所があってよかったです。あそこに昇仙峡入り口って書いてあります。あそこから降りていきます。見てください。すごいトンネルです。こっちに階段がありますが、せっかくなのであのトンネルを通りましょう。すごいですね。どうやってこの岩に穴を掘ったのかわかりません。水の音が聞こえます。行ってみましょう。水が
きれいです。いろはもみじって書いてあります。木の内側の方はまだ緑ですね。外側が赤くなり始めています。もみじっていうのはこういう手みたいな葉っぱの木です。秋になると赤くなります。実は紅葉という漢字は訓読みで読むともみじと読みます。紅葉は音読みです。はい、ではここからが昇仙峡への道です。ゴジラがいます。小さいゴジラがソフトクリームを持っています。紫のところはぶどう味です。ここは山梨県で、山梨県はぶどうで有名です。ちょっとここ降りてみましょう。赤い葉っぱがきれいです。これもイロハモミジだと思います。では、なぜイロハモミジという名前なんでしょうか。昔、子供たちが葉っぱの分かれているところの数を数えるときに、いろはにほへとと数えたからだそうです。では、今から今日のメインの話題、いろは歌についてお話しします。いろは歌というのはこれです。歌といってもメロディーのついた歌じゃないです。リズムのいい詩のようなものです。7文字、5文字が繰り返されています。これは七五調というリズムです。ここだけ6文字なので全部で47文字です。この2つの文字は今は使われていません。これは和行のい、これは和行のえです。今から文字を読みますよ。いろはにほへとちりぬるおわかよたれそつねならむういの奥山けふこえてあさきゆめみしえひもせす。何か気づきましたか？いろは歌にはあいうえお表にあるすべての文字が使われています。でも2回使われているものはありません。つまりすべての文字が1回ずつだけ使われています。実はいろは歌には意味があります。今度は意味があるように読みますね。色はにおえどちりぬるお我がよたれぞつねならん。
海の奥山今日越えて、浅き夢みじえいもせず。昔の言葉が使われているので、日本語ネイティブの人にも意味はわからないと思います。調べて、ああ、こういう意味なんだってわかる感じです。意味を説明します。色は匂えど散りぬるおは、花の色はきれいだけど散ってしまう。でも、我が世たれぞ常ならん。この世の中で誰がずっと同じままでいられるだろうか。つまり、ずっと同じままでいられる人は誰もいない。海の奥山今日越えては、辛いことの多い人生の奥深い山を今日も越えていこう。浅き夢みじえいもせずは、浅い夢など見ないで、心を惑わされたりもしないで。これは仏教的な考え方です。意味がよくわからなくても、音が、響きがかっこいいです。特に最初のところ、色は匂えど散りぬるを。かっこいいですね。私も20代の頃とか、花みたいに若かったと思います。でも、子供を3人産んで、年を取りました。これからも年を取って、いつか死んでいきます。でも、それでいいんです。そういうものだから。人生はいろいろあるけど、今日も真面目にしっかり生きて、みんなが喜んでくれる動画を作ろう。そうやって生きていこうと思います。なかなかいい意味の歌ですよね。しかも思い出してください。これ、文字がダブってないんです。ダブるというのは2回使うということです。文字がダブらないようにしているのに、こんなにすごい意味を持たせられるってすごいことですよね。作った人は天才なんじゃないかと思います。誰が作ったかははっきりしていませんが、1079年に書かれた本に出てくるのが最初だそうです。その頃は、んという文字は使われていなかったので、いろは歌にんはありません。このいろは歌は文字がダブっていないので、子供が字を書く練習をするときに使われました。ただ、明治時代になって今の学校の制度が始まってからは、あいうえおが使われています。実はあいうえおもすっごいんですよ。あいうえお表の仕組みを知ったときは感動しました。その説明もしたいんですが、長くなるので、またいつか別の動画で説明しますね。滑らないように気をつけて階段を降ります。ここから川のそばに降りられます。水の流れが激しいです。
階段に戻ります。みんなが一つの方向を見ています。何があるんでしょうか。あれです。あれは天狗岩と呼ばれています。天狗というのは神様のような妖怪のようなものです。この強そうな見た目からついた名前のようです。かわいいワンちゃんがいました。階段を上った先には昔お蕎麦屋さんだった建物がありました。昔はここで蕎麦を打っているのを見ることができました。でもこのお店は潰れてしまいました。お店が潰れるというのはぐしゃっと潰れるのではなくて、もうお店をやっていない、営業していないという意味です。下には水が流れ、ゴツゴツした岩の間にきれいな紅葉が見えます。この先、紅葉がとってもきれいでした。ここの赤いもみじも多分いろはもみじだと思います。ところで、いろはには基本という意味もあります。いろは歌が字を書く練習に使われたとお話ししました。いろははいろは歌の最初の3文字です。つまり基本中の基本というわけです。アマゾンで例えば料理のいろはと検索します。そうすると料理の基本についての本がいくつも出てきます。このいろはの使い方も覚えておくといいかもしれません。話し言葉ではあまり使いませんが、たまに見ることがあると思います。この赤いもみじの横を通ったとき、赤い光に照らされているような感じがしました。感動しました。ここまで見てくれた皆さんに特別なお知らせです。この前、私のチャンネルの登録者が30万人になりました。皆さんのおかげです。それで感謝を込めて、私のコースに新しく入る人が30% オフで入れるクーポンを3日間配布します。私のコースでは日本語の発音を勉強できます。きれいな日本語を話したい、そう思う人にぴったりのコースです。私は今まで一度も割引をしたことがありません。
めったにない機会なので、ご興味ある人はぜひ入ってみてください。実はこの景色の中に人がいるんですが、わかりますか？はい、ここにいました。写真を撮っている人がいます。何があるんでしょうか？岩です。昔、あそこの上でお坊さんが修行をしたそうです。修行というのはトレーニングという意味の仏教用語です。これ、高さが130メートルあるそうです。どうやって登ったんでしょうね。また、すごいトンネルがあります。どうやってこんなすごいものを作ったんでしょうか。橋が見えます。橋の先に昇仙峡で一番有名な滝があります。橋の上で撮影している人がたくさんいます。これ、なんだかわかりますか？一円玉です。この岩の間に一円玉を挟んでいく人がたくさんいます。神社に行くとお賽銭箱といって神様に渡すお金を入れる場所があります。それと同じような感じで岩にお金を挟んでいくみたいです。人が集まっているところが滝です。高さは30メートルだそうです。みんな写真を撮っていますね。この長い階段を登ると上のお店がいくつもある場所に着きます。ここからも滝が見えます。ここはガラスで作ったものや宝石を売っているお店です。これ、うちにもあります。この前、昇仙峡に来た時に買いました。面白そうなものが
ありました。100円玉を2枚入れて、右に回します。カプセルが出てきました。カプセルには8色の玉が入っています。それをこの入れ物の中に入れます。お願い事をしながら投げます。さあ、私はいくつ入るでしょうか。当ててください。1つ目、入りました。2つ目、入りました。3つ目、入りました。4つ目、出てしまいました。5つ目、入りました。6つ目、入りませんでした。7つ目、入りました。さあ、最後です。入りました。8個のうち6個入りました。皆さんも昇仙峡に行ったらやってみてください。とっても面白いです。ここはさっき見た滝の上です。ここから落ちる水がさっきの滝の水になります。ワインのお店から猫が出てきましたよ。ちょっとお腹が大きいですね。落ち着きのある猫ですね。馬の頭の形をしていますね。これは135万円。こっちは180万円。あ、さっきの猫です。耳が切ってあるのがわかりますか？これはこの地域で世話をしている猫で、避妊、つまり赤ちゃんを産まないようにするための手術をしてあるという意味です。お腹が大きい気がしたけど、季節的にも妊娠ではないということかもしれません。この辺はお土産屋さんなどがいろいろあります。山梨では昔水晶が取れました。それで
ここでは水晶や石などを売っているお店がいくつもあります。景色をよく見たい人はロープウェイもあります。この建物の中に乗り場があります。私はお腹が空いたのでお昼を食べに行きます。水車のあるお店です。機械で予約を取ります。7番の今日はい、7番です。席に案内されました。注文が決まったので店員さんを呼びます。このかぼちゃのほうとう一つお願いします。はい、以上ですいません。はい。もう一品頼もうか悩み、頼むことにしました。こちらお探しになります。すいません、この岩魚の塩焼きも追加でお願いありがとうございます。私は漢字を読み間違えました。岩魚と書いてイワナと読みます。イワナは川の魚です。普通はなかなか食べられません。もし見つけたらぜひ食べてみてください。塩をつけて焼いただけなのにとっても美味しいです。私が座った席はとてもいい席でした。水車も見えて、足元では鯉が泳いでいました。綺麗ですね。風が吹いてイチョウの葉っぱが散っています。はい、はい、ありがとうございます。時間の方が詰まっておりますので、気をつけてお召し上がりください。はい。ほうとうが来ました。ほうとうは山梨の有名な食べ物です。このかぼちゃのおかげで汁が甘くなってとてもおいしいんです。これはきのこ。これは人参。これは水菜。これはネギ。ほうとうはこの麺の名前です。うどんみたいなんですが、形が平べったいです。とっても美味しかったです。突然、強い風が吹いてきました。でもこの外の席、とっても気持ちが良かったです。さて、お金を払いに行きます。お金を払うことをお会計すると言います。ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。
2点2420円いただきます。これでお願いします。はい、失礼いたします。580円とレシートのお返しになります。どうもありがとうごはい、ざいました。ありがとうございました。ありがとうございます。ススキが綺麗です。車を止めた場所までバスで帰ることにしました。バス停に人が並んでいます。私も並びます。バスが来ました。始発、つまり一番最初の停留所なので、整理券はありませんでした。バスの料金はここに出ています。無券は券がないという意味です。つまりさっきの停留所から乗った人の料金です。20と書いてありますが、20円ではなくて200円です。駐車場に着きました。お金をここに入れております。車には落ち葉が落ちていました。皆さん、昇仙峡はいかがでしたか？楽しんでもらえましたか？ぜひコメントで教えてください。皆さんのコメントいつも読んでいます。コメントを書いてくれてとっても嬉しいです。今日紹介したいコメントはこれです。メタルサバティコさんからです。Love how your videos feel like little adventures. I'm glad this one paid off. Thank you for all the work you put into your channel. Thank you, メタルサバティコさん。I'm glad Adventures 5 reached you because it truly was an adventure for me. I wasn't sure if I would actually get to see a kingfisher. It was a complete coincidence that I ran into my friend and she helped me spot one. I was so happy. Thank you for your comment and thanks to everyone else for your comments, especially bird lovers. I had no idea so many of you love birds. Lastly, let me tell you about my course. I mentioned it would be 30% off for 3 days, but more importantly, the course is designed for people who want to improve how they sound when speaking Japanese. I believe that learning about Japanese phonetics and understanding how it works can help you sound more natural. You won't be learning alone in my course. You can ask questions in the forum anytime. There are monthly pronunciation challenges where you'll get feedback directly from me. Plus, if you join the premium plan, a yearly subscription, you can have one-on-one lessons with me. More details are available on the website linked in the description. はい、では今日はここまでです。もしよかったら高評価とチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。日本語にたくさん触れるいい一日を過ごしてください。またね。